こんにちは、ドワルダン。今回は東京クロアチアクラブが日本で買えるクロアチアの何かを自腹購入してその製品について語るシリーズ YouTube では第1弾になります。今回はですね、クロアチアや周辺各国のお酒や食材を輸入しているアドリアトレードさん。こちらのお店で買えるこのワインですね。メルガビクタのポシップというワインです。こちらをご紹介していきます。今回ご紹介するメルガビクタのポシップ、クロアチアのコルチュラ島出身のワインで、ブドウの種類はポシップ、白ワインになります。メルガビクタというのが、水の通り道という意味だそうです。これを作ってるブラックアイランドワイナリーの、より気合が入ってる方のラインの名前になります。でですね、コルチュラはじめ、ダルマチアの島々、島だと大体割とそういうとこ多いのかなと思うんですけども、水資源の確保が課題になりがちです。で、特にこの辺ってアドリア海全体で見ても特に日照時間が長い、つまりお天気の日がすごい多くて、夏にあんまり雨が降らないんですね。なので貯水池の水頼りになってきます。でこちら作ってるワイナリーの近くにもものすごい古い貯水池があって、ブドウが根っこをすごい頑張って伸ばして、その水を吸い上げて、貯水池まで根張るわけじゃないですけども、地下水を吸い上げてたくましく育つそうです。なので、ラベルのこちら見ていただくと、ここですね。根っこに青い線が入ってると思うんですけども、これがその水頑張って吸っとるよと、メルガビクタだよというところなんだそうです。ここで突然のブドウ豆知識なんですが、ワインにはブドウの生き様が反映されます。これどういうことかというと、ブドウがすごい頑張って自分が生きていく力を次世代の果実に全部つぎ込みます。次世代頑張れみたいな。それが人間にとっていいブドウになるんですね。で、自然界だとブドウって寄生植物なので、基本的には。寄生っていうのはちょっと間違いですかね。つるで他の木が頑張って自分で強くなって立ってるところに巻きついて楽して伸びていって、一番その宿主というか巻きつかれてる木の上に葉っぱをわっさーつけてですね、日光を奪う。そして周りが緑だけれども自分の果実の種がいい感じに熟してきたねっていう時になると色を濃くして目立たせて、鳥がなんかあるやんって言ってこう見つけてですね、食べて撒き散らかしてくれるので、広い範囲に入ることができる。ただし、本体である自分は何ができるかというと、枝とかからですね、こう根っこ伸ばせるので、自分はもうその辺好き勝手這い散らかすことができると。なので、そんなに正直頑張らなくても、そんなに身に全振りしなくても、生きていけちゃうわけです。でもそれやられてしまうと、ワイン農家としては今年のブドウはちょっと気合入ってないなっていうことになってしまう。なので、ブドウ農家さんっていうのは葉っぱがあんまり元気になりすぎないように、実もいっぱいつきすぎないようにして、コントロールすることによって、もうブドウがもうダメだ、これ結構苦しいから、自分枝とかで勝手に這い散らかすことができないから、もう子孫に全振りしようって言って、作った実を、そこでも摘果って言いまして、間引きしちゃって、で、もう数残ってないからもう全部いい実にしなきゃっていう風に頑張ったやつを最後全部収穫して持っていくっていう、そういう、人間悪いなっていう産物がいいワインになるわけです。さて、では、こちらに話を戻していきます。メルガビクタのポシップ。このワインですね、実は私予備知識なしでクロアチアのワインショップで発見しまして、ジャケ買いをしております。で、完全なジャケ買いっていうわけでもないんですけども、このラベルですね、エチケットを見てみて、これ可愛いと思いまして、それでよく見てみたら、これがスモクビザ、コルチュラ島のスモクビザっていう村のポシップだっていうことが分かりました。で、このスモクビザっていう村がですね、このポシップっていうブドウの本場中の本場なんですよ。で、こういう現代的なデザインですよね。こういうデザインをするセンスのあるワイナリーで、スモクビザでポシップを手掛けている。しかもお値段も結構安いお店なんですけども、その中でも中くらいのレンジだったので、これは意外といけるんじゃないのかなと思って買ってみたんですね。で、クロアチアにいる間に開けて飲みまして、で、クロアチアにいる間に開けて飲んでみたら、すごい気に入って、これめっちゃ美味しいって思って、もう一本買って、それでスーツケースに入れて、わざわざ日本に持って帰ってきたんです。
それでですね、楽しみにこれを置いといて、その傍らでアドリアトレードさんのお店が近くに出店したことがあったんで、買いに行ったんですね、ワインを。そしたら、これがあって、で、うっそーってなって、それで、これ売ってなかったですよねってお聞きしてみたら、なんと私の帰国とほぼ同時期に初入荷していたと。なので、ちょっとこう、なんていうんですかね。それ知ってたら他のワイン持ってきたのにとは思ったんですけども、なんだかんだ言って、その後3本ぐらいこれ買ってるので、結果オーライです。お気に入りになっております。こちらのメルガビクタポシップを作っているブラックアイランドワイナリーというのは、2018年創業の新しいワイナリーです。で、もともとこのスモークビッツは共産主義時代に基礎が作られたワイン農協みたいなところがあったんですけども、これが経営難に陥って売却されてしまって、で、これを買って2018年にまた新しくオープンし直したのが、このブラックアイランドワイナリーということになります。ただですね、こちら2018年にできたから、もう本当に新しいのか、ゼロからなのかっていうとそんなことはなくて、スモークビザっていうのは実はコルチュラの中でも特に古いマイクロワインリージョンの一つです。なので、共産主義時代どころか、遡るとこまで遡ると、コルチュラ島でワイン作り始まったのは古代ギリシャ時代なので、もう歴史自体としては古代ギリシャとかローマ帝国とかそのぐらいの時代まで遡ることができるんじゃないかと思います。このブラックアイランドワイナリーっていう名前も古代ギリシャ時代のコルチュラ島の名前、ブラックコルキュラに由来するものなんで、歴史に対するリスペクトっていうのは非常に感じられるワイナリーだというふうに私は思っています。ブラックアイランドワイナリーのワイン作りについてちょっと調べてみたんですけども、地元の若手のエノロジスト、醸造を大学などできちんと研究した専門家なども雇って、で、地元でずっとブドウを育ててきた選ばれたブドウ農家に、ブドウを手作業で育ててもらったりしているそうです。なんで、むやみに新しさだけ追求して、地元の伝統をむちゃくちゃにしてしまうようなやり方をしてないところ、で、その、元々あったものを活かしながら、新しいセンスとかを持ち込んで、世界にこう、認められるようなワイン作りをしていこうっていう姿勢がすごい、なんですかね、実直さもあるし、とてもいいなというふうに私は本当に思いました。なので、ワイン美味しいですけど、それだけじゃなくて、ワイナリーとしても本当に興味がすごく湧いてる状態になってます。いつか行こうと思ってます。で、これ気に入った理由っていうのが、すごいポシップらしいポシップだなっていうふうに思ったっていうのが一つすごい大きな理由としてあるんですね。で、このポシップらしいっていうのが何かというと、まず香りがとても華やかなワインです。なんかこう、栓を開けた時に思わず深呼吸したくなるような本当にいい香りがします。でですね、味わいなんですが、味わいとってもリッチで、おつまみなしで飲んでもなんか満足感が得られるような厚みがあります。だけれども、じゃあ、ドスンって重いのかなっていうとそういうこともなくて、キレが良くてドライな口当たりがあるし、酸味もちょっとレモンとかそういう感じの柑橘系の爽やかな酸味があって、で、舌に当たった時に硬さを感じる、そういうミネラル感があって、で、最後にグレープフルーツみたいな感じの苦味みたいなのが一瞬ふわっときて、すごいこうさっぱり後味が残っていく感じになるので、そういうところですね、複雑で本当に面白いワインなので、そのポシップらしさっていうのが、本当これすごいわかりやすく出ています。さて、そんなこちら、ブラックアイランドワイナリーのメルガビクタポシップ。日本ではアドリアトレードさんのオンラインショップ、直営店のピティ、あとは、東京メトロの駅とかに時々現れるポップアップショップなんかでも購入可能です。で、概要欄にリンク貼っておきますので、面白そうだなと思った方はチェックしてみてください。次のなんか特別な日、なんかすっごいおしゃれしてかっこつけたいなみたいな日でもいいとは思うんですけども、そういうタイプの特別な日だけではなくて、なんか誰か気が合う人と一緒に、なんか美味しいものをいただいて、心から、あ、今日楽しいみたいな時間を過ごしたい日なんかに、こういうすごい美味しくて、そういう時間を大切にする文化がある国から来てるワインなので、そういったワインもぜひ試してみてください。それでは今日も見てくださってどうもありがとうございました。くばら、アディオ。